皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家の玉木正幸が送るマスメディアのスポーツ報道とは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げて考える番組です。ということでコメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあコメンテーターだけ結構ですよ。はい、私は。で、今週のゲストは、五輪アナリスト、スポーツコンサルタントの春日良一さんです。よろしくお願いします。はい、春日さんよろしくお願いします。お願いします。本当に春日さんとはもう長い付き合いになってしまって、コロナ前からの付き合いですけれども、一番最初にテレビに一緒に出演した時に、東京オリンピック招致が成功するかどうかっていう番組に出た時に、表読みをやられたんですね。その表読みがもう、ぴたりと春日さんの表読みが当たって、そこまで当たるかって後からものすごくびっくりして、それ以来春日さん尊敬してますんでよろしくお願いします。それを評価してくれたのは玉木さんだけでした。本当に嘘でしょ。ミヤネ屋って番組で、なんか急に、表読みしてくれて現場で言われて。はい。ってそんなことやったことないから。で、もうしょうがない。もう一生懸命考えて出したら、それが、まあ当たったわけなんだけど、当たった時は誰も褒めないっていうね。だから、本当に。玉木さんが、そうでほら、なんか身長かなんか、文春だったっけなんか取り上げて、書きもしました。はい。玉木さんっていうのはなかなかの人だなと思って。いや、もういいですよ。褒め合いはやめましょう。下手なもたれ合いになってしまいますから。で、今日のテーマですけど。はい、今日のテーマは大きいです。はい。IOC 次期会長は初の女性か、初の東洋人、初の日本人か。というテーマです。よろしくお願いします。今ね、これ7人の人が立候補してるんですよね。はい、それで私の持っている情報なんかで言わせてもらいますと、もうなんかセバスチャン・コーに決まりだろうというような声をよく聞いて、セバスチャン・コーというのは、世界陸上競技連盟の会長をしておられて、モスクワオリンピックでの中距離の金メダリストですね。それで、おまけに、今、7人の、立候補してる7人の人たちが出てますけども、セバスチャン・コーはどこになるのかなこれは。右から3人目ですね。3人目ですね。セバスチャン・コーが、金メダル取った後に、イギリスの国会議員を2期確か務めたと思うんですね。そうですね。ロスでもメダル取ってます、金メダル。そうか、ロスでも取ってます。モスクワもロスも両方取ってます。はい。まあ、この方も本当になんて言いますか、まあ、政治家としてもやり手だというふうに言われてますし、まあ、一番最右翼なんじゃないかと言われてたんですけれども、他の人たちがいろいろ面白いことをいっぱい言ってるのが素晴らしいなと思ってるんですが、春日さん、そのあたりいかがですか？面白いことを言ってる人は誰ですかこれ。っていうか、皆さんね、やっぱりしっかり考えてて、オリンピックのことも理解しつつ、未来に対しての責任ある発言っていうのをしてますね。12月、昨年の12月、末の方で、マニフェストっていうのをそれぞれが出さなきゃいけなくて、はい。それを出して、で、選挙活動が非常に厳しいんですね、この IOC の規定で。何もできない、はっきり言って。選挙運動を何もできないってことですか？選挙運動、キャンペーンができない。つまり、例えば、人と議論しちゃいけないね、相手と。だから、相手の他候補者の悪口を言ってはいけない。それから、例えばそういう、いろんな IOC 員が投票権持ってるわけですけども、IOC にアプローチするのも、節度を持ってやんなくちゃいけなくて、例えばその訪問する旅行とかする場合には、事前に IOC に届け出なきゃいけなかったり、あるいはその自分の、利益、関係のあるところが、その候補者の、選挙の応援をしてはいけないし、それから自分の SNS を使ってアピールしてもいけないって、もうがんじがらめなんですね。
で、おプラスーですか、かなマニフェり細かいルールがありますよね。うんこれ載ってますで、けど。マニフェスト、まあ、本当に何もできないんですよ。で、マニフェストを出して、で、1出したはい月の、何日だったか、30日だったかな。 30日ですね。ローザンヌで、それぞれが、演説 ?5 分間はいはい。の演説をする IOC に対してはいインパーソンでするっていうのをやって、その後ちょっと記者の質問それぞれ答えたんですけど、それ以外は、今度3月20日の投票まで何もできないわけです。だから、なるほこのど。マニフェストを見てどう判断するかっていうことで考えなきゃいけないんですねっていうところが、まあ一つありますので、まあマニフェストには皆さん力を入れて、書いてて、まあ私も全部目を通しました。で、まあちょっと現代というところでこの特集をやって、毎回まあテーマごとにですね、それぞれの、人たちのポイントとかも上げて、解説とかしてるんですけど、まあ、沢木さん、セバスチャン・コーンが有力だとおっしゃったのも、はい。セバスチャン・コーだけがね、違う部分っていうのがあって、それが、まあ、これマニフェストとは直接関係ないんだけど、はい彼がパリオリンピックの時に陸連の会場として、金メダリストに賞金を出したんですよ。ああ、はい、はい、はい、こはい。れはすごく大変なことで、陸上競技連盟がやったわけですね。をはい。繰り返すことなんだけど、はい彼はシャンシャーとそれをやってのけて、しかも IOC には全く、相談もしないでやった。で、それをらしいああですねそうなんですか。ええ記者に問われると、いや、それはもう IF の会場としてやることだから関係ないんだと。オリンピックの陸上競技は、世界陸連がやってるから関係ないって言って、シャンシャーとやったわけです。で、これに対して、やっぱりAIPS っていう、まあ、スポーツ記者連盟が国際的なのがあって、これが私もメンバーです。一応言っておきますけど。メンバーでいらっしゃる。はいご存知だと思いますけど、1月24日からそのインパーソン、それぞれの候補者のインタビューやってるんですね。一人やってますね、今。で、それが始まってみんなにそれ聞いてるんですよ。オリンピックの賞金大会どうですかって聞くと、だから、みんなノーなんですよ。おかしいです。ああ、だからなるほど。だから、例えば、こうだけちょっと違うんですよね。で、あと、パリのオリンピックの時に、唯一、もう、ロシアもベラルーシも絶対ダメって言ったらこうだけでしょ。だから、ああ、そうですか。こうになるとね、結局、今までの、バッハ大社が築いてきたことが、まあ、崩れる。はい。逆になる可能性がすごい高いなと。いうふうに思います。まあ、これは一つの、まあ、反サマランチ派という感じですよね。外から見ていると。そうですか。それで、まあ、あとは、だから、例えばさっき申し上げた、ファイサル王子とか、はい。フランスの、まあ、自転車連盟の会長で、かつ、はい。フランスオリンピック委員会の会長でもあって、まあ、かつて、地方の政治家でもあったラパルティアンっていう方ラパルティアンさん。はい。で、この彼が、まあ、ダークホースってもう言われてるんだけど、まあ、50歳代で、はい。若くて、しかもまあ、切れ者で、まあ、パリオリンピックの成功にも貢献してますよね。で、そういうところから、彼に注目をしてる人が結構多くて、まあ、マニフェストがすごくよくできてて、まあ、多分、スタッフもいい人がいるんだろうけど、そういう感じですかね。で、パリオリンピックに続いて会長選挙だっていうのは、これ有利なところってやっぱあるんですかね。このラパルティアンは実ははいパリオリンピック終わって直後に、会長に立候補することを決めたんだけど、その時に、バッハに相談に行ってんですよ。で、多分相談したことは自分はIF の会長もやってて NOC の会長もやってるから、はい。どうしたらいいんだろうっていうかね、いうことをちょっと打診したと思うんですけど、まあ彼はっきり言ってるのは、もう例えば IOC 会長になったら全部役職は引いて、オリンピック運動に、もう全身全霊を捧げますってことは言ってて、それを多分バッハに約束したと思うんですけど、でそういうことを見てると結構本命感が強いかなっていうのは。
ただ、でいわゆるジャーナリスティックな話題としては、その日本人の国際体操連盟会長の渡辺成森さん。この森成方、森成さん森成さん。ごめん、失礼。渡辺森成さんなんかとか、それからあと、ジンバブエの国籍の女性ですね。コベントリーさん。このあたりがかなり取り上げられてると思うんですけれども、これはどうですか？私は、個人的には、っていうか、渡辺さんに直接インタビューする機会があったんで、はい。もともとお互いに関心を持ち合ってたので、すごく楽しい会話になったんですけど。ああ、そうですか。はい。はい。すごく充実してました。私、はかつて荻村一郎さんっていう国際卓球連盟の会長と仕事してた JOC のことがあって、はい彼と似たようなものを感じたんですね、彼には。おー。つまり、日本人でヨーロッパ起源のスポーツの国際競技連盟の会長になったってのは、荻村さんが初めてで、はい、次になった卓球連盟。のははい。渡辺さんなんですけど、あ、だからなる、ほど。なんていうかな、そういう国際感覚っていうか、その世界のスポーツ界と渡り合ってきた人だなっていうのがすごくあってですね。ではい。あと、そのビジョンが、つまり自分のためじゃなくて、人から押されてやってる部分もあるんですけども、はい。さっき申し上げたように、5大陸5都市で、はい。オリンピックを同時やる。開催。同時開催。今までのオリンピックに関わってきた人たちは絶対できない発想ですよね。そうですね。もう唯一性でやってますから、その開催都市を1個選んで、そこにみんな集まって、そこにメンバー集まって、一業種一社でっていう感じでやってきたものを全くひっくり返すわけだから、この発想。だから、私も最初全然そんなのできるわけないし、ちょっと渡辺さん大丈夫と思って聞いたら、はい説明してくれたんだけど、それがなかなかね、理にかなっていて、ああ、そうですか。要するに今、テクノロジーを使えば、同時に24時間5都市のやつをみんないつでも見れる世界が作れるじゃないか。ああ、なるほど。24時間ある。で、あともう一個が、やっぱりパリでやってて盛り上がるけど、はい。東京では遠いと。でもはい、それが、はい。例えば自分たちの大陸のどっかでやってると、臨場感があると。で、それは、要するに、同時性と同時性っていうか、そういうものが、はい。共時性としてあるだろうと。それがオリンピックをみんなが理解できて、オリンピックを一緒に共感できる、本当に5つの輪が手を結んだことになるんじゃないのって発想されたときに、なかなかだなと思いましたね。だからこれは。いや、今私春日さんからまた聞きの説明聞いても、それに、気づかなかった自分がいて、今聞いて、なかなかだなと思ってますよ。なるほどねっていう。もう一個は5都市にやると、1都市、彼は例えば10競技やるとしてですね。そうすると、全然、負担が減りますよね、開催都市が。はい、そうですね。そうすると、ちっちゃい都市でも手を挙げることできるし、はい。かつ、逆に今、競技数とか種目数で今縛ってるんですけど、はい。それが50競技までできちゃうっていうことが逆にあると。で、開催都市のそれぞれの経費が減るということもあるなかなかいい案だって、これを発表した時点で結構、注目、IOC の中の、いわゆる発展途上国系の委員たちからは結構注目を浴びた話だ。なるほど。だから、注目を浴びた。という言い方される、高く評価されたとまではわからない。評価した人もいますし、ちょっと僕は今、多分明日出るフラッシュって雑誌で出るんだけど、渡辺さんの可能性も高いよっていうことは喋ってます。ああ、そうですか。いや、今そのお話聞いて、地球が回っているというようなね、ことが頭の中に浮かんで、それで次々とそういう都市でオリンピックがあるっていうことを、なんて言いますか、衛星中継のネットワークで見ることができるっていうのは、これはすごいなという。24時間ずっと競技が続くってことですね。競技が続いてる。なるほどね。それで、あともう一個ね、渡辺さんの、力のあるところは、彼は162カ国をもう回ってるらしいんですよ。
IF の会長として。IF、要するに体操協会の会長として。はい。しかもそれで、ただ上の人に表敬してるだけじゃなくても、下の上のところをちゃんと聞いて、そこに何が必要かということも把握してて、できることはやってるんですね。で、今年1月かインドネシアではその健康体育を進める、プロジェクトもインドネシアでやってるわけですね。そういうのを各、世界中でやってる160人回ってるから、今、先ほど申し上げましたように、IOC の規定、キャンペーン規定が厳しくて選挙活動できないけど、もう、私は選挙活動終わってますと。やだ素晴らしい。そうか、みたいな感じですね。なるほどね。先ほど申し上げた荻村さんも当時80カ国回ってるっていうのは一つのあれにしてましたけども、まあ、この時代ですからね、2倍になってます。だからそういう意味では結構、その渡辺さんっていうのは本当に面白いなと思って見てます。で、卓球協会の荻村さんの名前が出てるんですけども、この方も日本で世界卓球をやった時に、韓国の南北の統一チームを作って、やったりとか、非常になんて言いますか、スポーツを中心とした、もっと社会運動的な動きをやった人だと思うんですよね。で、私渡辺成森さんがNHK に出ておられた時に、最後に喋られたことで、オリンピックに参加している国旗が並んでいたんですね。その一番端に、国旗のない、難民選手団の、旗があったわけですね。その旗の、中立のじゃないですか。中立のやつかな。そうです。ごめんなさい。ロシアとベラルーシが中立の旗だった。この中立な旗の方が大きくなるのか、それとも中立な旗が消えて全部国旗になるのかっていう言い方をされてね。そういう発想される方なんだと思って、私の持論として、中立な旗が全部増えた方がいいなと、全部が国旗なくなった方がより面白くなるななんてことも思ったんですけど、そういうこともやっぱり触れてる方なんですね、渡辺さんって方は。そうですね。だから皆さんやっぱりスポーツで世界平和ってことは、みんなそれぞれの候補者、それぞれのアプローチありますけど、渡辺さんは特にそういうことを言われてるし、彼自身が被爆2世なんですよね。お父様が被爆されて亡くなってる。なるほどね。そういう、だからスポーツで平和ってことに対しては非常に強い思いがあって、いろんなところで、やってます。イオンの社員としても、そういうスポーツ大会、平和のスポーツ大会やったりとか、してたりとか、難民のところに行って大会やったりとかもしてらっしゃるし、そういう意識は高い方だと思いますね。先ほどのね、AIPS のインタビューも、渡辺さんはキーウィの、新体操の体育館で、ウクライナの新体操競技をやっている体育館の中で、AIPS のインタビューを受けてたんですよね。そうね。それも結構衝撃だったんですけど、要するに、あれですよね、ヨーロッパで会議があったんだけど、トランプとゼレンスキーの会談が決裂したのを見て、その心配でしたかね。心配になったのね。ウクライナの体操選手が。で、そこで、AIPS のインタビューがあるからって言って、ウクライナで行って、新体操の体操センターで、インタビュー受けて、後ろで、新体操選手やってましたね。それって彼の心情が宮沢賢治なんだけど、雨にもなるほど。遠くに怖がってる人がいたらそこに行って、大丈夫だよって言ってあげると、まさに自分が、やってるわけですよ。すぐに飛んで。で、これも、本気で平和作る人だなっていうのがね、やっぱ伝わったんじゃないかなっていうふうには思いましたけどね。なるほどね。かなりね、衝撃的っていうのがあれでしたね。それは私は知らなかったけど、後ろにウクライナの国旗も映ってて、選挙運動としては素晴らしい。ですよ、なるほど。テクニック的に素晴らしいなっていうのは。テクニック的。なるほどね。後で問題にならないようにと思いたいですけど。今、最後に名前が出なかったですけど、女性が一人初めて立候補しているっていう。そうですね。コベントリーさんですね。コベントリーさんは。ジンバブエの方で。ジンバブエ。女性であるとともに、国籍的にはアフリカ大陸であると。
まあ、活動されているのはアメリカが大きかったみたいですけまあ、れども。ただあれですね、ジンバブエのスポーツ大臣もやってますから、現役のなるほど。だから、それの、こともあるし、まあ、彼女は、そのアスリート委員会、選手委員会で、委員長もやって、だいぶ、なるほど。活躍したわけですので、特にコロナの時に、選手のトレーニングとか、実際にコロナの中でどうやって参加するのかとか、あるいは、その選手のですね、第50条の問題で、選手が政治的発言することについて、オリンピックで、どうだっていう問題も、彼女が、バッハから言われて、まあ、みんなまとめたんですね。世界中の選手の意見を。まとめて聞いてやったっていう、まあそういうのを認められて、結構バッハ IOC 会長からも信頼を得ていて、まあヨーロッパの中では、コメントリーはバッハに目をかけられてるからなっていうような、そういうことを言われてる人では。なるほど。で、彼女はね、水泳で、背泳の選手でアテネと北京で金メダルを取って、それから、その時からですかね、IOC の選手委員の中にも入られたっていう。今3つ取ってるのかな ?3 つぐらい。3つ取ってるんですかね。はい。それで、まあ、なんとか今のお話をずっと聞いていたら、誰がなられても面白い未来だなという感じもしたんですけれどもね。ちょっと話してなかったのは、サマランチさんが、サマランチジュニア。7代会長の息子のサマランチさんも出てて、彼は、一番長いんですよ、IOC 員歴が。で、今、副会長ですよね。確か。それでIOC の歴も長いし、まあ、いろんな、自分の主張としてもね、もういろんな委員会やってるし、いろんなことを俺はやってきてるから、もう、IOC のこと俺に任せてくださいみたいな、そういう、まあ、アピールがあって、まあ実際、そうなんだろうなっていうことで、結構、まあ、本命視してる人もいますね。なるほど。それを嫌がる人も結構いるんじゃないかなっていう気がしたんですけど、どうなんですかね。その辺は結構鋭い感かもしれません。マドリードとイスタンブールと争った東京がね、立候補して、オリンピック招致したとき、このサマランチジュニアも出てきましたよね。そうね。マドリード。負けたっていう話もあるからね。そうですね。まあでも本当、今お話聞いたら、誰がIOC の会長になられても面白いなっていう気がしてきたぐらい、もう一人いいですか？もう一人。エリアッシュっていうスウェーデン生まれのイギリス人なんだけど、はい。IOC 成り立て6ヶ月しか経ってない人なんですけど。この人はスキー連盟の会長。会長ですね。で、まあ、実業家で、まあ、億万長者だと思うんですけど、地球環境問題についてすごい世界的に活躍してる方でもあって、で、あと、まあ、いわゆるビジネスマンとしても成功してますから、マーケティングに対する感覚がすごい鋭いですね。だから、オリンピックマーケティングをこれから新しくしていくっていうのはすごい力になる部分もあるし、まあ、地球環境問題もあるし、それから、あとは、まあ、はっきりものを言ってて、彼が、例えば IOC 会長になったら、はい。トランプとはうまくいくかもしれません。なぜかっていうと、やっぱり、彼だけは、さっきのね、トランスジェンダーの人は、やっぱり女性の種目には出れないっていう考え方です。だからここははっきりしてるんですけど。あ、そうですか。はっきりしてる人ですね。それは IOC の理念とは対立することにはならないんですかね。だから彼、どうなんでしょうね。まあ、そこは迷ってないです。あとの人はみんな迷ってます。ラバルディアンはもう3つ問題があるから、トランスジェンダーの権利を認めなきゃいけないし、フェアネスも認めなきゃいけないから、それで、まあ、ただ IOC が基準作んなきゃいけないね、みたいなところで止めてる人がほとんどなんですね。ラパルディアン。でも、エリアッシュだけは、はっきり言ってますね、そこは。なるほど。おとついに配信された番組の中の最後にもおっしゃられたように、日本ではオリンピックは危ないと、立候補してるところも少ないんじゃないかなんて言われてるけれども、結構オリンピックの内部、IOC の内部も、それから立候補都市の多さで見ても、オリンピックの未来っていうのは、春日さん明るいというふうに言ってよろしいんですかね。そうとまでは言えない。
いや、明るいっていうか、世界、逆に言うとオリンピックが明るくないと、まずいんじゃないですか。世界自身が暗くなってるから。なで、るほど。例えば今抱えてる地球環境問題にしろ、それから、お金の問題にしろ、はい。やっぱオリンピック、スポーツを、大事にしてみんなで盛り上げていくっていう中でオリンピックを使っていく。で、それで、オリンピックのパワーで、ただの、競技団体にないものって言ったら、ある種が持ってる、政治力ですよね。で、はいこの政治力で、世界の政治を変えていくまでの力を、もう持ってる、意識を持って、やっていくこと、これからの会長は特にですね。バッハが一応先陣つけましたけど、それをもうちょっと強くやっていく。トランプにも負けない。誰にも負けない。はい。プーチンにも負けない。はい。やっていくっていう、ことができていかないと、もう本当、世の中はどうなっちゃうのって感じが今すごいするので、なるほど。せめてスポーツで、世界を改革していってほしいなっていう感じですね。なるほど。今回、この週は、春日良一さんをお招きして、オリンピック・パラリンピックは混迷の世界を救うことができるかというような、週刊のタイトルつけたんですが、救うことができるかではなくって、救うように明るくみんなでオリンピックのことを持っていかなきゃいけないと。そういう感じですね。やることは。我々の方の問題だという感じですね。日本のマスコミは金メダルの数ばっかりまだ言うんでしょうけれども、オリンピックの内部の話、今日も本当に今週めちゃくちゃ面白かったと思いますが、小崎さんどうでしたこれ。はい、ね、勉強になりましたでしょそうですね。知ってること知らないこと、アジアだけでなく、サウジアラビアっていうところはね、一番あれですけど。そうですね。これからもオリンピックのことをどんどん見ていきましょう。春日さん、何度も出てね、これからもこの番組お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に一週間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では、次回のエピソードは3月18日火曜日の、午後8時配信予定です。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。